皆さんこんにちは、のばなです。5月の末から2ヶ月間日本に滞在してアメリカのサウスカロライナ州に戻ってまいりました。山口県でピックルボールの大会に夫婦で出場したのがとてもいい思い出となりました。結婚して12年、夫婦で同じスポーツをやることになるなんて、人生って何が起きるかわからないものですね。そもそもスポーツがそんなに好きじゃない私がピックルボールをやっていることに驚きです。今回の日本滞在中、子どもたちは日本の小学校に通ったり、山梨県で5泊6日のサマーキャンプに参加したりと、日本語にどっぷりと使っていたので、かなり日本語が成長したなぁと感じました。特に息子は日本に住むんだったらまたこの名古屋の学校に行きたいというほど良い友達ができたようで、本当に毎日楽しそうでした。2週間の間、子供たちを快く受け入れてくれた小学校には感謝しかありません。ドイツでもアメリカでも経験できない掃除時間や給食当番、裁縫や書写の授業を子どもたちが受け入れたことに感動しました。アメリカに戻ってからはもう少し漢字を読めるようにと簡単ではありますが、毎日漢字の勉強を続けています。日本に移住することになっても困らないように。海外に長く住めば住むほど日本の良さがわかるというのは本当で、今回の滞在中もひたすらお手洗いの清潔さや空港の清潔さに感動しました。電車の中も基本的には綺麗ですし、フードコートに行ってもやっぱり綺麗。こんなに清潔な国は他には見ないですよね。と言っても私は世界各国を訪れたことはないので、日本より清潔な国があるのかもしれませんが、2ヶ月ぶりにアメリカに戻り、空港内のお手洗いを使った時は娘と一緒に笑ってしまいました。なんでこんなにドアに隙間があってトイレットペーパーがそこら中に落ちてるんだろう。安全面を考えてのドアの隙間は理解したとして、なんでトイレットペーパーがこんなに散らかるのかよくわかりません。もしアメリカのトイレにウォシュレットがついていたら、それはもう大変なことになるんだろうなぁと思います。この夏から息子はアメリカの中学生に、娘は小学3年生になりました。毎朝夫は娘を小学校まで、私は息子を中学校まで車で送っています。意識しないと本当に歩かなくなるアメリカ暮らし。私は去年の今頃にピックルボールと出会ったので、今現在の方が30代の頃より体を動かしている気がします。日本の山口、福岡、神戸、東京でピックルボールをしたのですが、競技人口がどんどん増えているようで、日本のピックルボールは今後より人気が高まるんだろうなぁと思いました。皆さんは何か健康のために続けていることはありますか？お友達から41まではいいけど42歳からガタが来るでーと脅しを受けたのですが、東洋医学では女性は7の倍数で体調に変わり目が訪れるらしいですね。今思いっきり7の倍数の42歳ですけど、ということで体調管理はしっかりとしていきたいと思います。40も過ぎると自分の弱みは分かってくるじゃないですか。私はとにかく8時間睡眠時間を確保しないと次の日が大変なので、意地でも8時間睡眠時間を取るようにしています。1日24時間というのはみんなに与えられた平等な時間。このうちの3分の1を睡眠に使ってしまうので、残りの16時間どうやって過ごすか。8時間も寝るなって思う方もいると思うのですが、6時間睡眠が続いたりすると本当に集中力が落ちるんですよね。イライラしやすくなりますし、数年後には更年期の症状も出てくるでしょうし、
今できることをやっておこうと思います。アメリカに戻ってきて何が恋しいかというと、日本のスーパーに売っている食材たちです。昔からすごく舞茸が好きで、日本滞在中もしょっちゅう舞茸を買って料理していました。臭みのない豚肉や生のまま食べられる卵、そしてみょうが。あるお宅でみょうがが乗っているカツオのたたきをいただいたのですが、もうそれは美味しくて感動しました。夏の疲れを飛ばしてくれるみょうが。本当に和食って素晴らしいなと感じた一品でした。残りのアメリカ生活でも普段は和食を作るように意識したいと思います。でもせっかくの期間限定アメリカ生活ですから、アメリカでしか味わえないハンバーガーやステーキなども堪能していきたいと思います。とは言っても、レストランに家族4人で行けば軽く100ドル、日本円で16,000円ほど飛んでいきますし、あんまり贅沢はできません。11月に仲良くしてくださっている方のお子さんがアメリカに来てくださるので、その時は思いっきりアメリカの食事を堪能してもらおうと思います。テキサスロードハウスでステーキ、チーズケーキファクトリーで一切れ1000カロリーを超えるケーキでも食べましょう。皆さんももしサウスカロライナに来ることがあったら声をかけてください。一緒にアメリカンな食事を楽しみましょう。今めっちゃお腹空いてるからお腹すくから食べる。美味しいですね。いいよ、食べて。ソースこれ使う。いや、これサラダやわ。これ待って、これでまず試してみて。ペッパーソルト。でその後にこの出した。めっちゃ出た。ちょっと待って。そんなに出るってちょっと戻そう。はい、私と一緒に使う。お先です。これちょっと待って。おいしそう。ちょっとだけ入れてみね。何これ、幸せ。これ何や？これポン酢やわ。これが一番美味しいかもしれない。かけていい？うん、どうぞ。あら。めっちゃ美味しいからかける。Oder vielleicht ganz kurz. Da musst du wahrscheinlich so um 45 oder so raus. Also kann ich schon beenden, ein bisschen. Du kannst Band machen und kurz 5 Minuten für rausgehen vor Ihnen. 今日は息子が通う中学校のオープンハウスということで家族で見学に来ました。息子は音楽の授業でホルンを吹くことになったので、家で練習できるようにホルンを家に持って帰ります。私の母はトランペットを、義理の母はサックスを、私はクラリネットを吹いていましたが、息子はホルンということで4人で合奏できそうですね。音楽を好きになってくれるのは嬉しいですし、これからもいろんなことに挑戦していってほしいです。パンパカチャンネルの方は相変わらずマイペースで好きなように生きています。兄弟でもこんなに性格が違うものなんですね。去年から歯の矯正を始めた息子、どのくらい保険適用されるのかドキドキではありますが、私が40歳手前でやったインビザラインよりは安く済むはずと願っています。私はとにかく歯に関しては本当に大変な思いしかしていないので、子供たちには定期検診で歯医者に行くくらいにしてあげたいものです。特にアメリカで生きていると歯並びがいい人ばっかりで、ドイツで矯正しておいてよかったなぁと思っています。夫には賛同されなかったですけどね。あの時やっておいて本当に良かったです。では最後に息子のホルンを吹く音をお届けして今日の動画を終わろうと思います。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。いいよ。